はい、こんにちは。今回なんですけれども、こちら、アンカーサウンドコアから出ました、リバティ4ですね。こちらをレビューしていきたいと思います。アンカーといえば、皆さんですね、コスパがいい製品を作っているというですね、イメージがあるんじゃないかなと思うんですけども、昨年もこのリバティシリーズのイヤホンで発売されてまして、こちらのリバティ3 Pro ですね。こちらが出ていたんですけども、こちらは2万円まではいかなかったんですけども、アンカーサウンドコアにしては、ちょっとお高めの 19,900 円のフラッグシップモデルということで、あんまりですね、売れてる印象がなかったんですよね。私はですね、東京に住んでいるんですけども、こちらですね、つけている人ってあんまり見たことがなくて、めちゃくちゃヒットしたリバティイヤー2 Pro なんかに比べるとつけてる人が少ないなという印象でした。どこの要因でつけてる人が少ないのかっていうのはちょっとわからないんですけども、要因の一つとしてですね、価格があるんじゃないかなと思っています。そんな中、今年のですね、リバティシリーズは、こちら15,000円を切って14,990円でですね、購入できるイヤホンなのに、ハイリズも聞けたりとか、マルチポイントもですね、使えたりとかしますし、そしてですね、こちらのですね、ヘルスモニタリングといって、心拍なんかをですね、イヤホンで測れる機能なんかも搭載されていたりするんですよね。これやっぱりですね、さすがアンカーだけあって、めちゃくちゃですね、コスパが高いイヤホンに仕上がっています。AirPods Pro 2が発売される前は、AirPods Pro 2に心拍センサーが搭載されるんじゃないかっていう噂もありましたけども、結局ですね、搭載されずにアンカーがですね、先にですね、出してきたということで、しかもそれを15,000円以下の価格で実現したということで、めちゃくちゃすごいかなと思います。今回の動画では、このリバティ4をしっかりとですね、使い込んできましたので、良かった点から気になった点までしっかりとですね、ご紹介していきたいと思いますので、ぜひ最後までお付き合いください。このチャンネルでは完全ワイヤレスイヤホンのレビューや比較動画を中心に細かくしっかりとお伝えすることをポリシーとして運営しているチャンネルとなりますので、気になる方はぜひチャンネル登録もよろしくお願いします。励みになります。それでは行ってみましょう。はい。ということで、まず、アンカーサウンドコアリバティ4のスペックや価格からご紹介していきたいと思います。リバティ4はもちろんノイキャンや外音取り込みにも対応していまして、ワイヤレス充電にも対応しています。片耳のイヤホンのみでの使用も可能で、片耳で使用した時はモノラル再生になります。マルチポイント接続も対応ですね。Bluetooth のバージョンは最新の 5.3。対応コーデックは SPC-AAC、それからハイリゾ音源を聞くことができる LDAC のですね、コーデックにも対応しています。ドライバー構成なんですけども、こちらちょっと珍しいんですが、ダイナミックドライバーが2機搭載されているということです。ちょっとサイズはわからないんですけども、こういうですね、ドライバーが複数搭載されているイヤホンって、ダイナミックドライバーとバランスアーマチュアドライバーが1機もしくは2機ですね、搭載されているってものが多いんですけども、ダイナミックドライバーが2機搭載されているということで、完全ワイヤレスイヤホンにしては珍しい構成になってますね。充電時間なんですけども、イヤホン本体が約1時間、充電ケースは有線の時が2時間、ワイヤレス充電の時は約3時間となっています。バッテリー持続時間なんですけども、ノイキャンオフ時はイヤホン本体で最大9時間、充電ケース併用で最大28時間、ノイキャンオン時はイヤホン本体で最大7時間、充電ケース併用で最大24時間となっています。LDAC 使用時のノイキャンオフ時は最大 5.5 時間、充電ケース使用時が最大 16.5 時間となっています。サイズなんですけど、こんなサイズ感になっていて、先ほどお見せしますけども、昨年のリバティ3 Pro よりもですね、小さめですね。カラーなんですけども、ミッドナイトブラック、クラウドホワイト、スカイブルー、ワインレッドの4色展開となっています。重量なんですけども、このようになっていまして、ケースもイヤホンもですね、一般的な重さとなっています。で、防水規格なんですけども、こちらがちょっと未対応のようですね。心拍センサーを搭載したことによって、心拍を測るための構造で防水性能を実現するっていうのはちょっと難しいのか、多分そのせいで防水性能がないということになっていると思います。で、充電ポートは USB-C、保証期間はアンカーの会員登録をしていただくことで2年間となります。その他としましては、アプリによるファームウェアのアップデートやイコライザー設定に対応。後ほどご紹介しますが、ヘルスモニタリング機能ですね、心拍を測ったりとかですね、そういうことをする機能があります。脱着センサーも搭載されているので、音楽の自動再生や一時停止も行うことができます。さらに 3D オーディオというですね、イヤホン側で疑似的に空間オーディオっぽくしてくれる機能なんかも搭載されていたりします。価格なんですけども、現在 Amazon で 14,990 円ということで、15,000円を切ってきたですね、価格になっていて、この価格帯のイヤホンってですね、今年ですね、たくさんいいモデルが出ていて、JBL のライブフリー2やライブプロ2、それからジャブラのエリート4アクティブとかエリート5とかですね、15,000円あたりの価格帯で結構いっぱいいろんなですね、いい機種があるんですけども、そこにですね、ぶつけてきたイヤホンになっています。はい。ということで、外観やデザインを見ていくんですけども、外観はですね、こんな感じですね。今回は白を購入しましたけども、こんなですね、イヤホンになっていて、スライドさせてケースを開けるイヤホンになっています。で、昨年ですね、発売したリバティ3 Pro はこんな感じのですね、大きさになっていて、
若干ですね、コンパクトになってですね、良かったかなと思います。厚みですと、今回のリバティ4の方がちょっと分厚いかなと思うんですけども、それでも十分コンパクトですね、持ち運びやすいケースになっています。ケースの質感はですね、リバティ3 Pro と変わらない質感になっていて、サラサラとしているケースになっています。ちなみに AirPods Pro 2と比べてみると、こんな感じになっていて、AirPods Pro 2よりはちょっとですね、大きめかなと思うんですけども、それでもですね、十分ポケットなんかにも入るくらいのサイズ感になっています。色的にはですね、白というか、ちょっとですね、パールっぽいというか、ちょっと光沢があるような白になっていて、かなりですね、綺麗な白色になっています。サウンドコアのロゴが入っていて、こちらの面に USB-C のポートが付いています。裏からですね、ワイヤレス充電できますので、ワイヤレス充電器の上に置けば充電することが可能です。ここにインジケーターが付いてますね。ケースを開けてみるとこんな感じで、ここの部分にですね、リセットボタンが付いていて、中もですね、こんな感じの、ここにインジケーターが付いていて、これはリバティ3 Pro の時と同じような感じですけども、ちょっと近未来的な感じがしますよね。このイヤホンのですね、マグネットの強さチェックしていきますけども、この状態で振ってみると、ここはですね、全然外れる感じがない、しっかりとですね、マグネットでくっついているので、散らばってしまう心配とかね、ないんじゃないかなと思います。イヤホン本体なんですが、昨年のリバティ3 Pro は形が違っていまして、こんなですね、変わった形をしていたんですけども、今回のリバティ4は、こんなですね、スティック型のイヤホンになっていて、うどんというか、ここがついているものになっています。表面がですね、こちらもですね、白なんですけども、ケースよりもさらにですね、パールっぽい色になっていて、こちらもですね、女性なんかにはめちゃくちゃですね、合うんじゃないかなと思います。男性でも十分つけられると思いますけどね。で、裏に行きますとこんな感じでですね、AirPods Pro みたいな形になっています。AirPods Pro と比べてみるとこんな感じのサイズ感で、長さとかですね、AirPods Pro と変わらないと思います。スティック部分が若干ですね、太くなってはいるんですけども、こんな感じのサイズ感ですね。ほとんど変わらないかなと思います。AirPods Pro とかはですね、このスティックの部分をここを握ってですね、カチカチとですね、押す仕様だったんですけども、このリバティ4も同じように、このスティックをですね、ここをつまんでカチカチとですね、押す仕様になっています。こちらにですね、ちょっと凹みがあると思うんですけど、ここが押せるようになっていて、指でつまんで操作する仕様になっています。イヤーピースを外してみるとこんな感じですね。ノズルの先端がかなり特殊な形をしていて、この辺にですね、心拍センサーとか搭載されているみたいで、こういう変わったですね、形になっていると思います。ですので、ちょっと他のですね、サードパーティー製のイヤーピースなんかはちょっと付けづらいかなと思いますね。左と右をこうやって見比べてみますと、左側はですね、ここに黒いのがあって、ここがですね、脱着センサーになっていて、このセンサーが反応することによって音楽の自動再生とか一時停止になるんですが、右はですね、全然見えないと思うんですけども、この辺にですね、脱着センサーが搭載されているみたいです。最初ですね、なんでこの右と左で形が違うんだろうってですね、思っていたんですけども、右の方で心拍センサーとかついているようで、この辺にセンサー類を集中させているんだろうなという形になっています。ですので、右耳を外してですね、左耳だけで音楽を聴きたいとか、そういう方ですと、心拍の測定とかできないので、片耳だけ使用するのであれば、右耳だけにした方がいいんじゃないかなと思いますね。はい、続きまして、付属品についてなんですけども、付属品はですね、こんな感じになっていまして、まず安全上の注意の書類と、こちらはですね、クイックスタートガイドが入っています。しっかりとですね、日本語と図で書かれていて、初めて使う方でも使いやすいんじゃないかなと思います。そしてこちらはですね、USB-A to USB-C のケーブルが入っています。この辺にですね、サウンドコアのロゴなんかも入ってますね。そしてイヤーピースが入っていて、こんな感じで S と L ですね。M サイズはイヤホンに装着されています。M の2となってますけども、こちらがちょっとですね、深めなイヤーピースになっています。こんな感じで L サイズと比べてみますけども、若干ですね、深めなのがわかるかなと思いますので、もうちょっとですね、耳にしっかりとですね、フィットさせたいとか、そういう時はこの M の2っていうのを使うといいかなと思います。このイヤーピースもですね、シリコンのものにはなるんですけども、結構ですね、サラサラしていて、耳にですね、ピタッとね、くっつくっていうよりかは、スッてですね、はめたり外したりできるような感じではあるんですけども、頭なんか振っても全然ですね、滑って落ちちゃうとか、そういうことはないようなですね、イヤーピースになっていて、これもですね、質感かなりいいかなと思います。その辺のですね、安めのですね、イヤーピースっていうよりかは、しっかりとですね、作られているっていうのがわかるイヤーピースになっていて、これとてもいいかなと思いましたね。はい、続きまして装着感についてなんですけども、このイヤホンはスティック型ということで、スティック型って全般的にですね、軽めに付けられるものが多いんですが、これもですね、同じで、さらにですね、先ほどもご紹介した通り、このイヤーピースもですね、結構サラサラしていて、スッて耳に簡単に装着できるし、スッて外せるみたいな感じでですね、結構軽い装着感になっています。他のイヤホンなんかですと、ピタッてですね、密着するようなもの
このイヤーピースが特にしっかりとですね、吸着するようなものってですね、私は結構好きだったりするんですけども、くっついていると、イヤホンを外した時にですね、このイヤーピースが裏返っちゃったりとか、あとそのビタってくっついているのが違和感あるって方もいらっしゃると思うので、こちらですね、かなり違和感もなく簡単にですね、フィットさせることができてとてもいいんじゃないかなと思いました。軽くですね、スッとつけられるにもかかわらず、頭を振ったりなんかしても落ちるって心配はないので、安定してつけられてですね、安心して外にですね、出かけることもできる装着感になっているのがとてもいいかなと思います。装着したところを写真で撮るとこんな感じに見えるんですけども、スティックもですね、めちゃくちゃ長いっていうわけではないので、そんなにですね、違和感もないかなと思います。今だともう見慣れたような見た目になっていて、リバティエア2 Pro なんかと似たようなですね、見た目になるかなと思います。正面の部分がキラキラしているので、その辺なんかもですね、もう可愛らしいかなと思いますね。かなりですね、このイヤホンの上のところとかですね、下の部分も結構余裕がありますし、全然ですね、違和感もなく痛いとかもなかったですね。私の右耳は成人男性にしては少しですね、小さめではあるんですけども、それでもですね、十分な装着感になっています。装着したところ前から見るとこんな感じになっていまして、若干ですね、頬とスティックはですね、間が空いてるんですけども、大幅にですね、外に出ているって感じではないので、そんな変な感じにも見えないかなと思います。こんな感じでですね、装着感としては、十分な装着感がありますし、長時間つけていても嫌にならないですね、装着感になっていると思います。はい、続きまして肝心の音質についてなんですけども、音質はですね、かなり良かったですね。アンカーのイヤホンってですね、私のチャンネルだとちょこちょこ言うのが、低音が強すぎてちょっと違和感あるっていう話をですね、結構するんですけども、でそれがですね、さらに価格安くなればなるほど、低音にですね、頼っちゃう音質に仕上がってるなって感じがして、ちょっと私苦手だったりしたんですけども、こちらはですね、全然そんなこともなく、今までの低音が強めのアンカーにしてみれば、フラット寄りになっていますけども、しっかりとですね、低音のアタック感も出しているような感じで、かなりですね、気持ちがよく音楽を聴くこともできました。解像感もですね、結構高めで、結構ですね、細かい音なんかも聞けるっていう部分は良かったですね。音場の広さっていうのはそんなにですね、ないんですけども、十分ですね、音楽は楽しむことができます。低音はですね、極端に強くないって話はしましたけども、どちらかといえばやっぱ低音は少し強めで、高音域がちょっとですね、シャリシャリ感があるなという感じはするので、ドンシャリ傾向ではありますね。ただドンシャリでも先ほどからですね、お伝えしているように、めちゃくちゃですね、低音域に頼り切った音ではないので、そこはですね、低音がそんなになっているのが嫌いっていう方でも安心してお使いいただけるかなと思いますね。リバティ3 Pro もですね、3D オーディオっていう機能があって、疑似的にどんな曲でも空間オーディオっぽく変えてですね、音を聞かせてくれるっていう機能があったんですが、その時は昨年のレビューでかなりですね、ちょっと違和感があるなと思って、変わってることはわかるけども、普通に聞くのはちょっと嫌だなと思っていまして、レビューの時にですね、そうお伝えしたんですけども、この 3D オーディオ機能っていうのもかなり進化しているなと感じまして、今回のリバティ4の 3D オーディオだったら普通にですね、聞いていても、これはこれでありだなと思う機能になっていまして、音楽もですね、違った形で楽しめるなと思いました。どんな感じに聞こえるかというと、ちょっとですね、狭めのですね、コンクリート張りの空間の中で、ボーカルが歌ってるような感じで、音がですね、反響して聞こえるというようなですね、感じになっていて、これはこれでですね、ありだなと思いましたね。もちろん原曲とはですね、違って聞こえるので、イクライザーの一種というか、ちょっとですね、気分を変えて聞きたいっていう時なんかはとてもいいかなと思います。他のですね、例えば360リアリティオーディオに対応しているソニーの WF1000X Mark IV なんかですと、その曲ですね、例えば Amazon Music で360リアリティオーディオに対応している楽曲ではないと 3D オーディオは聞けないんですけども、このリバティ4はどんな曲でもそういうですね、空間オーディオっぽくですね、変えてくれるということで、これでですね、楽しいかなと思いましたね。この辺もですね、かなり進化していて、あんまりですね、期待せずに一応ですね、使ってみたんですけども、そこの部分もですね、良くなっていたかなと思いましたので、購入された方は一度ですね、使ってみて、気に入るようであればそちらでですね、聞いていただくっていうのもありかなと思いましたね。続きまして操作感についてなんですけども、操作感はですね、先ほどご紹介した通り AirPods Pro なんかと同じようにここをですね、つまんでカチカチと押すですね、操作になっていて、AirPods Pro 2はこの押す力がですね、結構強く押さないと操作できないということで、あんまり私得意ではなかったんですけども、このリバティ4はですね、かなり軽く押せます。ちょっとですね、触って軽く力を入れただけで1回押せるということで、これもですね、良かったかなと思うんですけども、逆にこの軽く押せすぎてカチカチカチってですね、何回も操作してしまうっていうこともあったので、力加減は慣れが必要なんですけども、AirPods Pro 2よりはこちらの方がですね、いいかなと思いました。AirPods Pro 2が一番固めで、先日ご紹介したナッシングのイヤースティックが間ぐらいでちょうどいい感じで、こちらはですね、かなり柔らかく押せるという形で、AirPods シリーズですね、硬くて押しづらいっていう方ですと、かなりですね、いいかなと思うと思います。ただ、タッチしただけだとさすがにですね、操作するまではいかないので、普通にですね、持ったりとか、取り外しの時とかですね、操作されるってことはないので、
これですね、かなり良かったかなとは思いますね。でこのつまむ部分も AirPods Pro 2よりちょっと分厚いので、そういう部分でもちょっと力をですね、入れやすくて押しやすかったかなと思いますので、これもですね、ナッシングイヤースティックほどではないんですけど、AirPods Pro 2よりはやりやすくてとても良かったかなと思いました。はい、続きまして、アプリでのカスタマイズ性について見ていくんですけども、アプリはですね、これまで通りサウンドコアアプリでカスタマイズをすることができます。できることですね、見ていきますが、左と右のバッテリー残量がわかるのと、ケースのバッテリー残量もわかりますね。でノイキャンのモードは、ノイキャン外音取り込み、標準とですね、モードがありまして、ノイキャンに関しては、モードがですね、自動的に周囲の騒音に合わせて、ノイキャンですね、強くしたり弱くしたりしてくれるモードと、手動でですね、変えるモードがあります。強、中、弱とですね、こんな感じで変えられたりしますね。あと、外音取り込みも音声フォーカスにするか、すべての外音を取り込むかという機能もあったりして、こんなですね、カスタマイズをすることもできます。そして、サウンドエフェクトとしまして、こちらですね、いろんなイコライザーだったりがすることができるんですけども、まず、LDAC で聞くときは、こちらですね、アプリで一回ですね、このハイレゾオーディオをオンにしなければいけないという仕様になっています。最初にですね、繋いだだけですと、LDAC に対応しているスマホで聞いていても、LDAC で聞けないので、LDAC がですね、オンにならない方はアプリでですね、しっかりとオンにしてあげてください。3D オーディオですね。こちら先ほどご紹介しました 3D オーディオで、こちらですね、かなり進化していてとても良かったかなと思いますね。レベルがアップしています。で固定の場合とヘッドトラッキングっていう場合があって、頭がですね、まっすぐ向いていて、スマホがこっちにあってですね、頭がこっち向いても、このスマホから音が鳴っているような感じで 3D オーディオを聞かせてくれるという機能ですね。AirPods Pro 2なんかにもあったりしますけども、こんな機能があったりします。これはですね、通常使いでですね、外で聞いているとヘッドトラッキングしちゃうと、スマホをポケットなんかに入れておいたりした時に違和感があるなと思うので、固定の方がいいのかなとは思うんですけども、こんな感じのですね、機能なんかもあったりします。音楽用と映画用ですね、こんなのもありますし、それから Hear ID サウンドといって聴覚テストをして皆さんのですね、耳に合わせたイコライザーを作ってくれるというものがありますね。プリセットはいつものアンカーらしくですね、めちゃくちゃいっぱいプリセットがあって20個以上のプリセットがありますので、簡単にこちらでいろんなですね、音を変化させて楽しむこともできます。そしてカスタム EQ ということで、こちらも8バンドでですね、自由に設定することができまして、13段階でいろいろですね、カスタムでいじることもできます。アンカーの場合はかなりですね、プリセットとかいろんなことができますので、こっちでも十分な方はかなり多いんじゃないかなと思いますね。それからコントロールということで、こちらですね、左と右1回押し、2回押し、3回押しをそれぞれですね、細かく設定することができます。これいいですよね。他のイヤホンですと自由度がなかったりとか、細かく設定することって難しかったりもするんですけども、こんな感じの変更もすることができます。ただですね、左と右ですね、1回押し、2回押し、3回押ししか設定できないので、長押しなんかもありませんから、再生一時停止、次の曲、前の曲、モードの変更なんかはできますけども、音量投げ先を入れてしまうと、どれかができなくなってしまうという部分はありますね。それからこちら、こんな感じのですね、画面になりまして、心拍数なんかを測ることができます。今ですね、私が右のイヤホンをつけてみると、こんな感じで心拍数出ましたけども、こんな感じでですね、心拍数を測ることができます。ちょっとですね、心拍数が高く出てんじゃねえのかなと思うんですけども、こんな感じでですね、測ることができてますね。エクササイズを始めるとやると、ランニングとかですね、こんな感じで、イヤホンからですね、早く歩いてくださいとかですね、イヤホンから指示が出て、それ通りやれば何キロカロリー消費しましたよみたいなのを測ってくれるということになっています。今までですと、イヤホンではなくてスマートウォッチですね、こういうことをやっていたと思うんですけども、イヤホンでもできるということで、スマートウォッチとイヤホンと両方つけていたような方にとっては、スマートウォッチをつけなくてもですね、こういうことができるようになってきたという感じですね。それからこちらの設定に行きますと、装着感のテストでイヤーピースが合ってるかっていうのをチェックしてくれたりとか、装着検出ということで自動再生、自動一時停止をオンにしたりオフにしたりすることができます。で、マルチポイント接続のオンオフもできます。先ほどですね、LDAC の部分がオンになっていたと思うんですけども、LDAC で接続しているときはマルチポイントできないということで、他のイヤホンですと LDAC のままマルチポイントにできたりするものもありますが、このイヤホンはマルチポイントにすると接続するコーデックは AAC になってしまうということになります。価格的にですね、15,000円以下ということで、そこはしょうがないかなと思いますけどね。で、音声ガイダンスですね。イヤホンを装着したときに音声ガイダンスを鳴らすかどうかと、自動電源をですね、こちらも設定することができます。それからファームウェアの更新とかもですね、あればこちらですることもできますし、あと取扱説明書ですね。こちらもですね、見ることができます。先ほどですね、付属に入っていたものは日本語だけになっていましたけども、昔のですね、サウンドコアのものみたいに
多国籍言語で書かれた操作説明書をこちらですね、見ることができます。はい、こんな感じですかね。結構ですね、さすがアンカーだけあっていろんなことができますし、この辺のアプリの接続なんかも安定していて、かなりですね、使いやすくなっているかなと思います。これイヤホンにですね、ヘルスチェック機能がですね、入ってきたっていうのはかなり大きな変化かなと思いまして、まだまだですね、他のイヤホンだとここは追随してこれてない部分であると思うので、この辺ですね、欲しいという方ですね、一度チェックしてみていただくといいかなと思います。はい、続きましてノイキャンについてなんですけども、ノイキャンはですね、ウルトラノイズキャンセリング 2.0 というですね、なんかすごそうなノイキャンの名前がついていたりするんですけども、ノイキャン性能はですね、そこまで強くなかったですかね。2万円以上するようなイヤホンなんかに比べると、まだそこまでの域は到達してないなと思いました。電車に乗っていてもですね、かなり音は入ってきますし、若干音楽の視聴を助けてくれる程度のノイキャン性能だなというのを感じました。そんな中でちょっとですね、気になったのは、そのノイキャンの強さだけではなく、例えば電車なんかに乗っていると、電車がですね、自分が乗っている電車と反対側からですね、走ってくる電車がこうすれ違ったりするときに、今だとですね、電車もですね、窓が開いていたりなんかして、風がですね、何回もですね、ビュンビュンビュンって入ってくるタイミングってあると思うんですけども、そういう時のですね、ビュンって音がですね、かなり大きく感じるなと思いましたね。ノイキャンモードをですね、自動にしていても、手動にしていても同じだったんですけども、他のイヤホンですと、何回もですね、ビュンビュンビュンって音が入ってくる風の音っていうのは、そこまでですね、急に音がですね、しっかりと大きくなるっていうのは分かりづらいものが多いんですけども、リバティ4はそこの部分がかなりそのビュンって入ってきた時の音が大きくなってしまうので、ちょっとびっくりするというか違和感あるなと感じましたね。普通に歩いていても風切り音なんかもそこそこ聞こえるので、風に弱いのかなっていう感じもしますけども、ちょっとですね、ノイキャンがいまいちだなと感じた部分でありました。あとですね、私があったのは、駅のですね、ホームなんかに入っている時に、なんか急に周りの音が大きくなって、なんだろうなと思ってノイキャンオフになっちゃったかなと思ったんですけども、そこはですね、ちゃんとノイキャンオンになっていたということで、自動でですね、周りの騒音によって強弱がですね、つくようなモードにしていたので、そこがですね、うまくついてこれてないのかなと感じました。ですので、ノイキャンはですね、ちょっとそこまで評価はできないなという性能になってましたね。昨年発売されたこちらのリバティ3 Pro の方はですね、そんなこともなかったですし、他のアンカーのですね、イヤホンですね、ライフ P3 とか、その辺も使っていましたけども、その辺はですね、そんなこともなかったので、このリバティ4だけちょっと不具合があるのか、ちょっとわからないですけども、ノイキャンはですね、いまいちでしたかね。ちょっと残念だった部分ではあるかなと思います。完全にですね、ノイキャン全く効いてないとそんなことはありませんし、効果はわかりますけども、今みたいなちょっと残念な部分が結構あって、アンカーにしては珍しいですね、いまいちな部分だったかなと思いましたね。で、外音取り込みに関してなんですけども、外音取り込みは優秀で、しっかりとですね、音聞けますし、店員さんなんかとの会話も十分できるなと感じていて、かなり実用的かなと感じていますので、外音取り込みに関しては文句はですね、全然ないという感じになります。続きまして通話品質なんですけども、通話品質はいつも通り Zoom で録音した音声がありますのでお聞きください。はい、こんにちは。こちらはアンカーサウンドコアリバティ4とスマホを接続し、PC と Zoom でつないで音声を収録しております。PC 側で音声を収録しておりますので、オンラインミーティングを行うとこのような感じで相手に音声が届くことになります。はい、いかがでしたでしょうか。通話音声もですね、かなり良かったかなとは思います。若干ですね、なんかぼわっとしているというか、そんな感じもですね、若干するんですけども、十分ですね、通話していて、相手がですね、すごい違和感あるとか、そういうこともないと思いますし、十分使えるですね、通話音声をしているかなと感じています。はい、ここまでアンカーサウンドコアリバティ4のレビューをしてきたんですけども、ここからは気になった部分についてご紹介していきたいと思います。気になった部分の一つ目なんですけども、先ほどご紹介した通り、ノイキャンがですね、ちょっとですね、気になったかなと思います。普通に歩いていても風切り音ってまあまあ入ってきますし、電車乗っている際にノイキャンオンにしていてですね、風が断続的に入ってくるの時に、その時にですね、風の音がやたら大きく聞こえてしまうとか、普通にですね、駅のホームなんかで立っていた時に、なんか周りの音がやたら大きいなって感じてしまったりとかですね、そういう部分でちょっとノイキャン性能がいまいちだったかなと思います。アンカーにしてはですね、珍しい、不具合っぽい不具合というか感じだったんですけども、これがアップデートで治るようであればいいんですけども、今だとですね、ノイキャンはちょっと違和感あるなと感じましたので、ノイキャン性能をですね、とにかく重視したいって方ですと、今はちょっと買わない方がいいかなというのは感じています。ある程度ノイキャン聞けばいいからっていう方でしたら全然いいかなと思うんですけども、買おうと思っている方は注意していただきたいなと思います。続きまして2つ目の気になった点なんですけども、先ほどアプリのところでご紹介した通り、LDAC 接続しているときはマルチポイント接続はできないと
いう部分になります。LDAC というファイル増音源も聞けるコーデックで接続していても、ハイエンドモデルなんかになると、そのままですね、マルチポイント接続という2台の端末に同時接続するっていう機能が使えたりするんですが、こちらは LDAC で聞いているとマルチポイントができないし、マルチポイントにしていると LDAC で聞けないという仕様になっているので、そこはですね、ちょっと気になったかなと思います。価格がですね、15,000円以下なので、そこまで求めるのは酷ではありますけども、そういうですね、仕様になっているという状況になりますね。そして3つ目のですね、気になったところなんですけども、こちらですね、心拍センサーがですね、搭載されていて、心拍が測れるだけじゃなくて、ワークアウトのですね、機能なんかも先ほどお見せした通りなんですけども、それなのに防水性能がですね、正式には対応してないっていうことで、ちょっとですね、矛盾しちゃってるかなって感じはします。ワークアウトの機能があって、心拍センサーもあって、これでですね、運動するぜって思ったけど、防水性能があるからちょっとやめとこうかなって感じになっちゃうので、初めてですね、心拍センサーを搭載していますので、しょうがない部分ではありますけども、そこはですね、気をつけていただくポイントかなと思いましたね。はい。ということで今回、アンカーサウンドコアの Liberty4 ご紹介してきました。いろいろですね、気になった部分もやっぱり若干はあるにはあるんですけども、やっぱりアンカーだけあってめちゃくちゃですね、機能はモリモリで、同価格帯のものにしてみたら、これよりもですね、機能が勝ってるってモデルはありませんので、とにかくですね、いろんな機能が使いたいって方にはめちゃくちゃおすすめかなと思います。音質もですね、かなり良くなっていまして、低音だけにですね、頼った音質ではなくなっていますので、普通にですね、他のイヤホンと比べても戦える音質に仕上がってきているなと感じています。それでいてこの機能性ですからね、かなりいいかなと思いますね。ただですね、この安さで出したからなのか、先ほどご紹介したようなノイキャンだったりとかですね、心拍センサーがあってワークアウトできる機能があるのに防水性能がですね、入っていないとかですね、ありまして、そこは若干ですね、残念な部分ではあるんですけども、ノイキャン性能なんかはもしかしたらですね、アップデートで治るかもしれませんし、そしたらですね、さらにですね、コスパが高くてですね、評価が高くなるモデルなんじゃないかなと思います。コスパだけで言ったらかなりですね、高いモデルになっていますし、イヤホンの質感なんかもいいですし、見た目もですね、かなり可愛らしい感じがしますし、この辺の近未来感なんかもあったりして、かなりですね、いいイヤホンに仕上がってるなと思いますので、ぜひですね、気になる方は概要欄にリンクを貼っておきますので、チェックしてみてください。完全ワイヤレスイヤホンでも、心拍センサーを搭載してですね、そういうことができるようになってきたっていうのはかなりですね、革新的なんじゃないかなと思います。2023年にはですね、この辺の機能なんかもですね、当たり前になってくるのかなと思うような、機能性をしていてですね、また今後のですね、完全ワイヤレスイヤホンも楽しみだなと思いました。はい。ということで今回の動画はここまでとなります。最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画が良かったなと思ったら、グッドボタンやチャンネル登録もぜひよろしくお願いします。このチャンネルでは完全ワイヤレスイヤホンのレビューや比較動画を中心にアップしていますので、気になる方はこれからもチェックしていただけると嬉しいです。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。